どうも皆さんこんにちは、原寛太です。最近の SNS で外国人が危ない、イスラム教徒が火災に関係しているといった投稿を目にしたことはないでしょうか。特にここ最近、養豚場や神社、お寺などで火災が起きるたびに、これはイスラム教徒による放火ではないか、外国人が関係しているのではないかといった投稿が SNS で拡散されています。最初に誤解のないように言っておくと、この動画は移民政策の是非を論じるものではありません。外国人の受け入れをめぐる課題については当然冷静に議論すればいいと思います。しかし根拠のない情報をもとに外国人やイスラム教徒全体を危険視することは冷静な議論ではありません。今回の動画では最近 SNS 上で広がっている根拠のない情報を確認した上で、なぜ外国人やイスラム教徒に対する不安や敵意が広がりやすいのか、その構造について解説します。この動画を最後まで見れば SNS 上で大きく見える怒りや不安が必ずしも社会全体の意見ではないこと、そして根拠のない情報がどのようにして特定の集団への敵意に変わっていくのかが見えてくるはずです。ぜひ最後までご覧ください。まず最近起きていることについて事実関係を短く整理します。ただし今回の本題は個別の火災原因ではなく、根拠のない情報が SNS でどう広がり特定の宗教や国籍への敵意に変わっていくのかを考えることです。そのためここでは6月27日に NHK が報じた記事を参考に警察や消防への取材、総務省消防庁の統計などで確認されている範囲の事実を見ていきます。例えば宮崎県川南町の養豚場でおよそ5700頭の豚が死ぬ火災が発生した際、 SNS ではイスラム教徒による放火だとする投稿が広がりました。イスラム教では豚肉を食べることが禁じられているため、その宗教上の習慣と養豚場の火災が根拠なく結びつけられたのです。しかし警察はこの火災について放火ではなく事件性がないことは間違いないと説明しています。また SNS 上では2023年以降に各地で起きた養豚場火災をリスト化し、放火を示唆する投稿も拡散されましたが、出火原因が判明したものについてはヒーターなどの暖房器具、換気扇、制御盤、作業中の失火などが原因とされていました。調査しても原因がわからなかったものも確かにありますが、少なくとも確認された範囲では放火や放火の疑いがあると判断されたケースはありません。さらに SNS では養豚場の火災が異常なペースで増えているといった投稿も見られます。しかし総務省消防庁の統計では養豚場の火災は毎年10件から20件ほど発生しており、特に増加傾向は見られていません。2019年以降に発生した養豚場の火災101件についても放火もしくは放火の疑いと判断された事案は1件もなかったとされています。つまり少なくとも現時点で確認できる事実としては、イスラム教徒による養豚場への放火が相次いでいるという主張を裏付ける証拠はありません。火災の原因を調べることは当然必要ですが、原因がわからないことと外国人やイスラム教徒が関係していることは全く別の話です。原因不明というのはまだ原因が特定できていないという意味であって、誰かが放火したかもしれないという意味ではありません。さらにこうした根拠のない情報は養豚場だけではなく寺院や神社の火災にも広がっています。広島県宮島にある大聖院では5月に霊華堂と呼ばれる建物が全焼する火災がありました。この火災についても SNS ではムスリムによる放火ではないかとする投稿が広がりましたが、警察と消防のいずれも何者かによる放火が疑われるような形跡は確認されていないとしています。このように事実関係を確認していくと、外国人やイスラム教徒による放火が相次いでいるという話には少なくとも現時点で確認できる根拠がありません。それにもかかわらず NHK の分析によると、養豚場や神社などの火災について誤った情報や根拠のない疑問を投げかける X の投稿は大きく拡散されていました。1万回以上見られている200件の投稿だけでも表示回数は合計で8300万回以上。そしてその主な発信源は30ほどのアカウントだったといいます。
ここで私たちが考えるべきなのは、単にデマはいけませんという話ではありません。なぜ根拠のない情報がここまで広がるのか。なぜ特定の宗教や国籍に対する敵意と結びついてしまうのか。なぜ少数のアカウントの投稿がまるで社会全体の声であるかのように見えてしまうのか。ここからがこの動画のメインテーマです。その背景にある3つの構造を解説します。SNS で外国人やイスラム教徒へのヘイトが広がる構造。一つ目は、社会不安が高まると特定の外集団が分かりやすい敵にされやすいということです。外集団とは簡単に言えば、自分たちとは違う集団として認識される人たちのことです。国籍、宗教、民族、文化、生活習慣などが違う人たちは、社会に不安が広がった時に自分たちの外側にいる存在として扱われやすくなります。社会に不安や不満が広がっている時、人は複雑な問題を複雑なまま理解するよりも、誰が悪いのかをはっきりさせたくなることがあります。物価高、将来不安、地域社会の変化、治安への不安、政治への不信感。こうした問題は本来であれば、経済、制度、行政の対応、国際情勢など複数の要因が絡み合っています。しかし、それらを一つ一つ整理して理解するのは簡単なことではありません。だからこそ、外国人が増えたからだ。あの宗教の人たちが危ないからだ。あの国の人たちが日本を壊しているといった分かりやすい説明に引き寄せられてしまうことがあります。社会学や社会心理学の文脈では、こうした現象は決して珍しいものではありません。社会が不安定になった時、人々の不満が特定の外集団へ向けられることは歴史上何度も繰り返されてきました。もちろん時代や地域によって標的になる集団は異なります。ある時代には宗教的少数派が、ある地域では移民が、別の地域では民族的少数派が社会不安の受け皿にされてきました。日本でも近年、クルド人、外国人労働者、イスラム教徒など特定の集団に対する不安や敵意が SNS 上で強く現れる場面があります。もちろん個別の地域で起きているトラブルや制度上の課題を無視していいわけではありません。問題があるならその具体的な事実に基づいて検証すべきです。しかし個人の行為や一部の事例をその人が属している宗教や国籍や民族全体の性質であるかのように語ることは明らかに過度な一般化です。仮に外国人の誰かが問題を起こしたとしても、それはその個人、その具体的な行為、その制度上の問題として検証すべきです。それを外国人は危険だ、イスラム教徒は危ないといった集団全体への攻撃に変えてしまうと、事実に基づく議論ではなくなります。今回の養豚場火災の件も同じです。出火原因を調べることは必要です。養豚場の火災対策を考えることも必要です。しかし根拠がない段階でイスラム教徒が放火したに違いないと決めつけることは事実の検証ではありません。それは社会の不安を特定の集団に向ける行為です。特にイスラム教については日本では日常的に知る機会が多くありません。その一方で多くの日本人がイスラム教という言葉に触れるのは911の同時多発テロ、IS のような過激派組織、中東の紛争やテロ事件といった文脈であることが多いはずです。私自身もこのチャンネルで IS、いわゆるイスラム国の問題などを扱ってきました。だからこそなおさら慎重でなければならないと感じています。IS のような過激派組織の問題を伝えることは重要です。テロ行為を正当化することはできません。しかしそれを伝えるときにイスラム教全体が危険であるかのように見えてしまえば、それは全く別の偏見を生み出してしまいます。世界には多くのイスラム教徒がいます。その圧倒的多数は日々仕事をし、学校に通い、家族を支え、普通に暮らしている人たちです。しかし私たちはそうした日常にはなかなか触れません。ニュースや SNS で目にするのはテロ、紛争、過激派、文化の衝突といった刺激の強い情報に偏りがちです。その結果、イスラム教徒イコール怖いというイメージだけが先行してしまうことがあります。これが一つ目の構造です。社会に不安が広がると、複雑な問題の原因を特定の外集団に求めたくなる。そしてその集団について偏った情報ばかりに触れていると、根拠のない不安が敵意に変わっていくんです。
SNS で外国人やイスラム教徒へのヘイトが広がる構造。2つ目は SNS では少数の極端な声が多数派のように見えてしまうということです。これは私が4年前に出した SNS で情報収集する人が知るべき真実という動画でも詳しく話したことですが、 SNS というのは社会全体の意見をそのまま映し出している場所ではありません。 SNS は発信したい人が発信したいことを好きなだけ発信できる特殊な言論空間です。現実の会議や対話の場であれば、誰か一人が極端な意見を延々と話し続ければ、周囲の人が止めたり反論したり話題を戻したりするでしょう。しかし SNS では一人の人が何度でも投稿できます。複数のアカウントを使って同じような主張を繰り返すこともできます。そこにはリアルな対話の場にあるような制約がほとんどありません。そのため強い怒りや不満を持っている人ほど発信量が多くなりやすい一方で、重要な意見を持っている人、慎重に考えている人、まだ判断できないと思っている人はそもそも発信しにくくなります。例えば今回の養豚場火災についても、現時点では原因がわからないので警察や消防の発表を待ちましょう。根拠がない段階で特定の宗教と結びつけるのは危険ですといった慎重な意見は SNS ではあまり伸びません。怒りを煽らないし、短い言葉で断言できないからです。一方でまた養豚場が燃えた、これは絶対におかしい、イスラム教徒が関係しているのではないか、日本が狙われているといった投稿は短く分かりやすく不安を刺激します。そして不安を感じた人が拡散していきます。この構造を考える上で参考になるのが、ネットメディア論の研究者である山口真一さんが紹介しているある調査です。憲法改正について一般社会では非常に賛成であると絶対に反対であるという両極端の意見の人はそれぞれ 7% ずつ、合わせても 14% でした。ところが SNS での発信量をもとに見ると、非常に賛成である人の意見は 29%、 絶対に反対である人の意見は 17% を占めており、合わせると 46% になっていました。つまり実社会では 14% しかいない両極端な意見の人たちが SNS 上では 46% の意見を占めているように見えてしまう。もちろんこれは憲法改正に関する調査であり、今回のイスラム教徒へのヘイトと全く同じ話ではありません。しかし SNS では人数の多さではなく発信量の多さが目立ちやすいという構造を理解する上では非常に重要なデータです。今回の NHK の分析でも同じような構造が見えています。養豚場や神社などの火災をめぐる X の投稿のうち1万回以上見られている200件の投稿を分析したところ、表示回数は合わせて8300万回を超えていました。しかしその主な発信源はわずか30ほどのアカウントだったとされています。ここが重要です。 SNS 上では日本中が外国人やイスラム教徒に不安を持っているように見えてしまうかもしれません。しかし実際には少数のアカウントが大量に発信し、それがアルゴリズムによって大きく拡散されている可能性があります。 SNS で大きく見える声と社会全体の多数派の意見は必ずしも一致しないんです。これが2つ目の構造です。 SNS では人数が多い意見ではなく発信量が多い意見、反応を集めやすい意見が社会全体の声のように見えてしまうことがあるんです。3つ目の構造について解説する前にお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献、戦争や平和をテーマに原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。SNS で外国人やイスラム教徒へのヘイトが広がる構造。3つ目は怒りや不安を煽る情報がお金や影響力に変わるということです。4年前に SNS について動画を出した時も SNS では極端な意見が目立ちやすいという話をしました。しかしこの数年で SNS を取り巻く環境はさらに変わりました。今の SNS では注目を集めることがより直接的にお金や影響力につながるようになっています。X、YouTube、
TikTok、Instagram などでは再生回数やインプレッション数がそのまま広告収益や影響力につながることがあります。つまり現代の SNS では人々の注目を集めること自体が一つのビジネスになっているんです。人々の注目を集めるにはどんな情報が有利なのか。それが怒りや不安を刺激する情報です。危ない、日本が壊される、メディアは報じない。こうした言葉は人間の感情を強く動かします。特に社会に不安が広がっている時には、人は安心できる説明や怒りを向ける相手を求めやすくなります。そこに外国人が危ない、イスラム教徒が放火しているのではないかという投稿が流れてくると、不安を抱えている人は反応してしまいやすい。コメントやリポストが増えれば、アルゴリズムはこの投稿は反応を集めていると判断し、さらに多くの人に表示します。すると発信者はもっと反応を集めるためにさらに過激な投稿をする。こうして怒りや不安が拡散の燃料になっていきます。NHK の記事では、あるまとめアカウントの関係者が投稿には AI を活用していると説明していました。また、火災はインプレッションを集めやすいとも語られています。これは非常に象徴的です。火災という人々の不安や関心を集めやすい出来事。外国人やイスラム教徒というもともと偏見や不安を向けられやすい存在。そこに収益化を狙うまとめアカウントや AI が組み合わさることで、事実確認が不十分なまま人々の不安を刺激する投稿が大量に作られていきます。YouTube でも養豚場や寺院、神社の火災への外国人の関わりを伺わせるような動画がおよそ170件あり、800万回以上再生されていたとされています。ここで重要なのは、発信者が必ずしも外国人を差別しようと明確に考えているとは限らないことです。多くの人が関心を持っているから扱っただけ、 SNS で話題になっているからまとめただけという感覚で発信している人もいるかもしれません。しかし、たとえ断定していなくても怪しい、不自然だ、なぜ報じないのかと繰り返し示唆することで、視聴者の中にはやはり外国人が関係しているのではないかと思い込む人が出てきます。これは陰謀論やデマが広がるときによく見られる手法です。明確な証拠を示さないまま疑問形で不安を膨らませる。断定は避けながら何かあるのではないかと匂わせる。その結果、発信者は再生数やインプレッションを得る一方で、根拠のない疑念だけが社会に広がっていくんです。しかも今は生成 AI があります。 AI を使えばそれらしい文章、サムネイル、動画の台本、まとめ投稿を短時間で作ることができます。AI そのものが悪いわけではありません。問題は AI が人々の不安や怒りを煽る投稿を大量生産する道具として扱われ、それが収益化や影響力の獲得と結びついてしまうことです。ここまで見てきたように、今回の問題は単に一部の人が差別的なことを言っているというだけではありません。社会不安がある。特定の外集団が分かりやすい敵にされる。SNS では少数の声が大きく見える。怒りや不安を煽る投稿は伸びやすい。伸びればお金や影響力になる。さらに AI によってそれらしい情報を大量に作れる。こうした複数の構造が重なることで、根拠のない情報が広がりやすくなり、特定集団へのヘイトにつながっているのです。では私たちはどうすればいいのでしょうか。大事なのは SNS で見た情報にすぐ反応する前に一度立ち止まることです。これは事実なのか、誰が何を根拠に言っているのか、原因がまだわからないことを勝手に誰かのせいにしてはいないか、個人の問題を集団全体の問題にすり替えてはいないか、自分の不安を誰かへの攻撃に変えてしまってはいないか、そうしたことを少しだけ冷静に問い直すことです。世界で起きている問題の多くはそんなに単純ではありません。火災、地域社会の摩擦、外国人の受け入れをめぐる課題、そうした問題があるなら属性で一括りにするのではなく、具体的な事実に基づいて一つ一つ検証すべきです。行政に問題があるなら制度や運用を、地域で摩擦が起きているならその実情を、個人が問題を起こしたならその具体的な行為を見ればいいんです。しかしそれを外国人が危ない、イスラム教徒が危ない、あの国の人たちが日本を壊しているという話にしてしまうと、問題は一気に雑になります。具体的な問題を見ているようで、実際にはただ不安の矛先を探しているだけになってしまう。
そうなってしまえば問題の解決には近づきません。むしろ社会の分断だけが深まってしまいます。SNS が普及したことで私たちは様々な情報に触れられるようになりました。現地の声を知ることもできます。大手メディアが十分に報じていない問題を知ることもできます。社会の不正に声を上げることもできます。しかし同時に SNS は怒りや不安、偏見を増幅させる場所にもなります。少数の極端な声が多数派のように見え、根拠のない情報が何千万回も表示され、不安を煽る投稿が再生回数やインプレッションにつながる。そしてその先で実際に日本で暮らしている誰かが傷つけられることがあります。今回はイスラム教徒が標的にされていますが、次は別の集団が分かりやすい敵にされるかもしれません。だからこそ複雑な問題を単純な敵の物語に押し込めてはいけません。確認できていないことは確認できていないという、批判すべきことがあるなら属性ではなく具体的な行為や制度を批判する。そういう姿勢が SNS が普及した今の時代に世界を正しく見るために必要なのだと思います。今回の動画を見て皆さんはどう感じたでしょうか？ SNS で根拠のない情報を見かけた時、私たちはどのように向き合うべきなのか、ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせてください。私自身一つの意見だけに閉じこもらず、違う背景や経験を持つ人たちと対話することを大切にしています。私が運営しているオンラインサロンシナジーでも、年齢や職業、価値観の異なるメンバーが国際協力や社会問題について意見を交わしています。 SNS では短い言葉で断言する投稿ほど目立ちます。だからこそすぐに結論を出すのではなく、違う視点に触れながら落ち着いて考えられる場に身を置くことに意味があります。もしも SNS の殺伐とした空気から離れ、落ち着いた対話ができる関係を求めている方がいれば、これを機にシナジーを覗いてみてくれたら嬉しいです。少しでも興味のある方はぜひ概要欄からホームページをご覧ください。私の YouTube ではこれからも社会問題についてできる限り事実に基づき多角的な視点から解説していきます。皆さんと一緒に世界を正しく見る習慣を身につけていけたらと思いますので、これからも一緒に学び続けてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。